皆さん見てください。このサイズ感。ヘリウム 8K、 コモド 6K、 コカ・コーラゼロ。皆さんこんにちは、大川祐介です。今回はやっとできて嬉しいです。こちらレッドのコモド 6K を開封&レビューしていきたいと思います。はい。レッドといえばね、このチャンネルをご覧の皆さんは一度は聞いたことがあると思うんですけれども、アメリカ、カリフォルニア州に位置するデジタルシネマカメラを提供する会社ですね。僕が初めてレッドの存在を知った時は、有名な映画で使用されていたからでして、最近だとターミネーターとか、あとはワイルドスピード8とか僕が好きでよく見ていたんですけれども、数多くのね、作品がレッドにて撮影されていますと。で、ネットフリックス、もう皆さんも今見てると思うんですけど、ネットフリックスの約 60% ものコンテンツはレッドで撮影されているようなんですね。すごいですよね。余談なんですけれども、コモド 6K の初期の開発目的は、ネットフリックスの基準に適合したクラッシュカムを作ろうという発想から始まっているようです。コモド 6K をね、クラッシュカム用に使うって、ネットフリックスさすが、リッチですね。すでにね、開封はしてしまったので、ちょっと少し巻き戻したいと思います。では、早速、開封していきたいと思います。今回ね、なんでこんなにも早くコモド 6K を入手したかというと、僕はね、ヘリウム 8K を購入した際に、もう5月の時点で、もうお世話になっているレイダさんにご相談したという次第になっています。まだね、ベータ版の段階なので、かつ日本にしかまだ10台しかない白色をね、入手することができました。で、パカッと開けると、こんなカードが入ってました。これは多分レッド購入した人がダウンロードしたりとか、特典のメールが届くみたいな感じのやつですね。はい。では、いきますよ、皆さん。オープン！わーお。じゃん。ちっちゃ。こんな感じにセンサーサイズがあって、で、上にね、モニターですね。ここバッテリー、CF、三脚年始。で、無線。うわー、めっちゃコンパクト。いやー、ちょっとね、噂には聞いていたんですけれども、想像以上の小ささ、そして軽さ、もうびっくりしてます。一応ね、なんでコカ・コーラをこれ飲んだかっていうと、このコカ・コーラのサイズ感と比較してもらうために見てください。僕がこの主観的にめちゃくちゃ軽いよって伝えても多分皆さんに分かんないと思うんですね。なので今回こんなものを用意しました。じゃん、見てください。これ分かりやすいっしょ。一応ね、比較、この α7S3、もう最近出た、すっごいカメラ。これが 614g なんですね。GH5645g。キヤノンの R5。ここにあんのが、EOS R ですね。R なんです。ちょっと違うんですけれども、それが 650g。で、BMPC6K と 4K。4K が 722g で、6K が 900g なんですね。で、レッドのヘリウム 8K が、1.5g っていう感じに調べてるんですけど、実際のところですね、ちょっとこれあるので調べます。はい、今この状態で 2.4kg。全然 1.5kg じゃないですね。多分いろいろ付属品を外したら 1.5kg になると思うんですけれども、そのぐらいの重量ですと。では、じゃあコモドのこの 6K、このコンパクトなやつが何グラムか調べましょう。いきますよ。出ました。933g。933g ですよ。皆さん、どういうことか分かります？ブラックマジック 6K よりもちょっと重たいぐらいの軽さなんですよ。これやばくないですか？レッドですよ。この 933g のこのコンパクトなカメラから、このレッド並みの色味、設定は同じじゃないんですけれども、その色味が出せるんですよ。マジですごいと思いました。僕はね、感動したので、今回はね、開封とか、ディティールに関してはちょっとお見せしたので、実際のスペックの部分を皆さんに解説していきたいと思います。コモドはね、サードパーティー製のアクセサリーを多く使用しているので、がっつり組むこともできるし、一方で軽量にすることも可能なんですね。それだけではなくてね、純正以外のアクセサリーが使えることで、かなりコストをね、削減することができるんですね。例えば、レッドヘリウム 8K の純正 SSD、こちらです。
これいくらすると思いますか？日本代理店価格で30万です。で、僕2枚ないときついので、60万するんです。1TB です。一方でね、コモドは C ファーストに対応しているので、512GB だとしても、5万、6万ぐらいですね。ちょっと高いんですけれども、そのコストパフォーマンスで、収録ができるっていうのは、すごくいいですよね。しかも、ブラックマジックの 6K を使用している方は多分 C ファースト使っているので、ブラックマジックを持っている方がそのままね、このコモドを持っていたとしても C ファーストがそのまま使えるので、そういったね、方にもおすすめできますね。で、その他にもバッテリーがキヤノンの BP シリーズが使えたりとか、モニターがスモール HD などでタッチ操作もできるんですよ。あと RF マウントを採用していまして、本当に EF のアダプターをつければ、キヤノンユーザーさんとかそちらのねレンズの資産とかもそのまま使うことができるんですね。で、僕はね今回このカメラどういうセットアップで撮影したかと言いますとですね、ちょっと組んでみます。まずマイクのスタンドですね。で、こちらキヤノンの BP955 ですね。こちらを三脚とロードでレンズ、こんな感じで僕はね撮影してました。こういったシネマカメラってやっぱり電源の消費激しいと思うんですけれども、このバッテリー使えば2時間とで2個使えば4時間なので、全然外での撮影も余裕ですよね。で、今これがね今どのぐらいの重さかと言いますとですね、調べますよ一応。じゃん。ちょっとね重くなって 2.3 キロですね。これ本体でほぼ1キログラムなんで、レンズとかつけると 2.3 キロと。で、ジンバルクレイン 2S そこにあるんですけれども、ペイロードが 3.2 キログラムなので、ジンバルとかにも全然乗ると。はい、ちょっとね開封と外観についてちょっと触れたので、それではスペックを見ていきましょう。いいポイントと悪いポイントがそれぞれあるので、しっかりと皆さんにお伝えしたいと思います。その前にコーラ。まず、解像度が 6K で収録できるということですね。ブラックマジックのポケシネ 6K と同じ 4K 書き出しをするので、6K で撮影した素材を編集時にクロップしても解像度が下がらないんですね。なので、構図とかの調整が楽だと。ただね、ヘリウム 8K もそうなんですけれども、解像度を下げるとクロップされてしまうんですよ。なので、ヘリウム 8K はもちろん 8K で撮るし、6K は 6K で撮った方が良いと思います。次にね、ダイナミックレンジ、これ大事ですね。15ストップです、コモド 6K は。ダイナミックレンジは明るさの範囲を表すので、広ければ広いほどハイライトとシャドウにムラが出ずに、綺麗に撮影することが可能なんですね。僕ね、朝日とか夕日の撮影が結構多いので、ダイナミックレンジが広いとすごく綺麗に撮ることができるんですね。ちなみにブラックマジックのポケシネ 6K とかは、ダイナミックレンジ13ストップ。最近出た α7S3 とかは15ストップなんで、ソニーさんやっぱさすがですよね。ただそれぐらいダイナミックレンジはコモド 6K も広いということです。あとはね、コモド 6K はローリングシャッターではなくグローバルシャッターを採用しています。簡潔に説明すると、ローリングシャッターとグローバルシャッターは画像をスキャンする方法が全然違うんですね。ローリングシャッターの場合、独特な歪みが発生してしまうんですけれども、グローバルシャッターは発生しません。よって動きに強い撮影ができるんですね。ハイエンドのシネマカメラでもローリングシャッターが多いので、この価格帯で、グローバルシャッターを採用してきたのはかなりね評価が高いのと、コンパクトなので、ジンバルにつけて撮影することを考えると動きのある撮影と相性がいいですね。次にね、もちろん LED 内部ロー収録が可能になります。LED の R3D っていうローファイルがあるんですけれども、本当に軽くてめっちゃサクサク編集できるんですよ。僕多分レッド購入して一番感動したのが多分そこかもしれないです。8K で撮ってるのに全然ノートパソコンで編集できちゃうみたいな。で、コモドもね R3D で撮れるんですけれども、なぜか重かったんですよね。なんでかわかんないですけど、まだちょっとベータ版なので、ゆっくりねアップデートとかを待ちたいと思います。はい。次にね、ワイヤレス動画転送が可能ということですね。スマートフォンでも操作できちゃいます。コモド 6K の斬新なところは、カメラ上部にタッチスクリーンがあるということなので、僕はすごく好きなんですけれども、使いづらいという声もちらほらありますね。そんなデメリットを補えるかどうかわかんないんですけれども、スマートフォンでの接続も可能なので、ほとんどラグがなく使えるので、めっちゃいいですよ。こういった YouTube をね、これ座りながらレックすることもできるし、遠隔操作もできるんで、ただね、Vlog 撮影にはちょっと難しくて、なのでいい感じのモニターが正直欲しいところです。コモド 6K はもう感度
度は悪いんですけれども、オートフォーカスがあるので、まあただ、モニターが見れないから、スモール HD とかのモニターをつけてタッチして Vlog をするって感じになるかな。それかマニュアルフォーカスで距離をもう基本的に合わせとく。っていう感じになると思います。で、その他にね、デメリットが XLR とか HDMR 端子がなかったり、手ブレ補正もないし、シングルスロット。2つメモリカードが入らない。あとは価格が70万円ぐらいするので、ブラックマジック 6K に比べるとコストパフォーマンスはいいのかなっていうのがちょっとあります。ただ、そんなデメリットを加味したとしても、僕はね、コモド 6K はマジで買いだと思います。僕も実際に買いましたし、なんで買いなのかっていうのは、多分この動画を見ている方も映像制作を仕事にしている方って多いと思うんですね。本当に低予算で、一人で、ビデオグラファーとして一人で行って、現場の制作をして、ウェブ広告で発信するみたいなニーズが近年すごく増えてきたんですね。で、動画を仕事にしている方とかが、よりね、いい映像を撮るためにこういったコモドってすごく相性いいと思うし、綺麗な映像を撮っていて、ただもう一段階レベルが上がった表現をしたいという方にもおすすめできると。ここは EOS R なんですけども、EOS R5 とかってボディだけで50万円ぐらいするし、α7S3 もそのぐらいの値段するんですね。なのでちょっと背伸びしてコモド 6K っていう選択肢は僕すごくあると思いますので、また後日ね、コモド 6K を使った表現、僕がかっこいい動画を撮りますので、皆さんぜひお楽しみにお待ちいただけたらと思っています。はい。もう開封して僕はテンション上がってるので、これでたくさん撮影していきたいと思います。今日はね、最後まで見ていただきありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。